スト5の受け身確認は戦後最大の初心者を断るシステムだと思ってます。習得するまでの練習が全く面白くない上に、習得しても他の格闘ゲームに一切そのスキルが活かせないので、なぜメーカーがこんなシステムを採用したのか理解できません。梅ちゃんは受け身確認についてどう思いますか？ですね。まあ確かに、今から考えるといらなかったね。今って受け身ってその場受け身だと置き攻めできるけど、後ろ受け身だと投げが重なりませんみたいな。例えばガエルの大サマーとかそうなのね。その場起き上がりしてくれると投げが重なりますと。で、後ろ受け身すると投げが重ならないですと。だけど相手としてはデメリットとしてラインが下がっちゃいますよと。ただ、これって攻めキャラとか当てづらい技は置き攻めがついてきますよ。優秀な技ですよっていう感じで、そこで差別化を図ってるんだけども、じゃあこれそもそも、例えばじゃあ大サマーを当てた時に、その場置きに投げが重ならなくて、みたいな。EX ソニックの時は、その場置きに EX にが重なりますっていう、それだけでいいじゃんっていう。そこで選択をさせる必要ってないじゃんみたいなことを言われたら、まあそれはそうだなと思います。正直。ただ、この受け身確認っていうものが、これ自体を俺は否定するつもりはなくて、なぜかというと、これね、すごい大事なところが、習得するまでの練習が全く面白くない上に、習得しても他の格闘ゲームに一切そのスキルが活かせないって書いてあって、ちなみに他の格闘ゲームに一切そのスキルが活かせないっていうのは、これは実はあんま意味ないんですよ。そんなこと言ったら大体そうなんで。これはあんま意味がなくて、どっちかっていうと練習が面白くないっていうところが、重要で、なんで練習が面白くないのかって話をすると、効果が実感しづらいからなんですよ、これは。その場起き上がりに、技を重ねられたとか、後ろ置きにその技を重ねられたって言っても、大概ガードだったり、グラップされたりっていうオチになるわけ。だから、受け身確認ができているということによる恩恵を受けれてるんだかどうなんだかってのはよくわかんないんだよね、このゲーム。受けれてるんだよ。受けれてるんだけど、効果が実感しづらい。でも例えばこれが連続技だったら目に見えてヒット数が増えたり、ダメージが増えるから、練習してきたことはちゃんと意味があったなって思えるんだけど、効果が実感しづらいっていうところがネックになってる気がしますね。効果が実感できるんだったらさ、誰だって頑張るでしょ？実際勝とうと思ったら絶対必要になってくるテクニックというか確認なんだけど、その練習過程で効果が実感しづらい。もっとわかりやすくしてあげる必要があるっていうか。まあこれ僕の持論なんですけど、ゲームって現実世界だと効果を実感するまで時間かかったり、効果を実感しづらかったりするものを実感しやすくしてあげるっていうことが一つの役割だと思ってんだよね、ゲームって。だから、例えば俺、勉強って朝勉強して夜試験だったら、俺これだったら多分勉強できたのよ。できたってやる気になったのよ。その日に勉強したことは夜に試されるから。でも、長いじゃん、スパンが。1ヶ月とか、2ヶ月とか先に試験があるわけでしょ？それがもうだるくて俺からすると。でも、なんでゲームにハマったかっていうと、朝トレーニングモードしたことが、夜やもう役に立つわけさ。効果の即効性にすごい自分の性格で合ってて、その積み重ねなんだよね。とりあえず、朝頑張りました。夜には効果が出ました。朝頑張りました。夜には効果が出ました。これ誰でもできるんだよ。継続できるんだよ。だって効果出るんだもん。朝頑張りました。夜頑張りました。朝頑張りました。夜頑張りました。朝頑張りました。夜頑張りました。2ヶ月後に結果が出ました。じゃあもう我慢できないの。ゲームっていうのはやっぱ遊びだし、娯楽だから、そういった努力とかそういう積み重ねをすぐに実感させてあげる必要があると思ってて、そういう意味で言うと、この受け身確認っていうのは、ちょっと現実世界に近いというか、こういうのって後々聞いてくるよねとか、実際はそういうところ気をつけてる人って評価されるよねみたいな、現実の世界に近い効果の薄さみたいなのを感じるよね。だから、こういうところはメーカーを意識した方がいいよなっていう。子供にやる気を出させるような視点でゲームってのは作るべきだと思う。そういう分別のない子供がやっても、あ、面白いな、やりたいな、練習したくなっちゃうなっていうのが、いいゲーム作りかなっていう。分別のある大人が、これはきっとそのうち役に立つんだから練習しようっていうんじゃ、娯楽としてはどうかなという感じで思ってます。だから梅ちゃん一周やせないのかーい？正解。